はい、皆さん、こんにちは。ザッピーです。今回は、当然なんですけれども、前回お願いしておりました、ハードデイズナイトの好きな曲3曲というですね、身勝手なリクエストをいたしまして、お答えいただいた方々、本当に、ありがとうございました。想像するにというか、事実だと思うんですけれども、これほど難しさを極める投票というのもないのではないかというふうに想像はしてたんですね。ですが、そう皆さんも思ったんじゃないかなと確信に変わりました。というのは、前回リボルバーでね、ちょっとお願いした時も、皆さん苦労してはおられて3曲出していただいたと思うんですけれども、その時はね、そんなに苦しいっていう言葉の中で回答いただいてたというわけでもないと。比べるとそう思うんですね。でも比べるとですね、今回のハードデイズナイトは皆さんもがいた結果、3曲を出してくださっているという、もう明らかにその光景が見えてきまして、一言で言うとですね、嬉しくてしょうがなかったですね。というのは僕がそうなんで、全く同じなんですよ。これで3曲出せるのかなというふうに思うんですよね。もちろんね、中にはもうダントツでこの曲が1曲で、1位で決まりだよって、ね、1位はこの曲なんだよっていうふうに言う方もいらっしゃいますよね。それは当然あっていいことだと思うんですよ。でも、残りの中からじゃあ3曲の、合計3曲ですから、あと2曲選ぶというようなことになると、また皆さんもがいてると。もっと言えばですね、どれほど1位がダントツで好きでもですね、総合的に見ればほとんどが名曲です。ほとんどが好きで。逆に言えば一曲も嫌いな曲がないというのがやっぱりハードデイズナイトなんじゃないかと思うわけなんですよ。思うって言っちゃいけないな。これはおそらくそうなんでしょう。間違いなくビートルズファンの中ではそういうアルバムだというふうにここで結論付けてしまいたいぐらいの感触を得たというんでしょうか。そんな気がしましたね。しかしですね、あえて選んでいただいた方のコメントはもう本当に先ほど言ったように苦しみながらふざけた質問しやがってこの野郎と思いながら書いていただいたという回答にですね、そのもがき具合に感動して嬉しくなりました。もがけばもがくほどっていうんでしょうかね。そういう光景が見えれば見えるほどやっぱりこの曲の作品っていうのは全部が素晴らしいんだなっていうふうに確認できましたし、やっぱりビートルズファンっていうのはみんなそう思ってんだなっていうふうに分かったことがなんか嬉しいんですよね。自分がずっとそうだったんですよ。で、何回も言いますけどね、本当にビートルズファンの人たちと思いっきり話をするなんていう機会はこの年までそんなにはなかったんですね。割とビートルズのファンの時代っていうのはあってもそんなにヘビーな話をしなかったのと、で他の音楽の興味っていうのもどんどん出てくるわけなので、そうするとビートルズだけを話してるっていうことでもなかったんですよね。でもこういうふうにもだんだんね晩年に近づいてきまして、やっぱり自分の思い出っていうのはビートルズは強烈にあるわけで、もう楽しくてしょうがないんですよね。ビートルズの話をするのがですね。なんでかというと、それだけ熱中してたのは事実なので、その熱中してたものを、またこう取り戻すっていうんでしょうかね。それが楽しくてしょうがないんですけれども、で、今になってこんな話ができて、また楽しくてしょうがなくて、で、皆さんが考えていることが、ほぼ同じであるというふうに悟れたことがですね、いい、本当ね、収穫ですね、自分にとってはね。感動いたします、本当に。こんなにやっぱり、このアルバムね、例えば、ハードデイズナイトって、例えばですよ、好きなアルバムをあげてくださいって言われた時に、ベスト3にすらほとんど入らないですよね、今ね。いわゆる世間でやってる好きなアルバム投票なんかあるじゃないですか。大抵は、ラバーソウルを含めてそれ以降ですよね、入ってくるのはね。で、ハードデイズナイトを上げる人も中にはいるでしょうけれども、まずほとんどその上の方には来ないということですよね。でね、ここはもう全く僕だけの意見で構わないんですけれども、僕はですね、ハードデイズナイトっていうのは、ものすごい貴重な作品で、
前のね、動画でも申し上げましたけども、自分がビートルズに染まった理由っていうのは、このアルバムがあったからだと今でも思ってますね。本当に毎日何回も聴き続けることがこんなに飽きないんだっていうのが分かったアルバムであったし、そのくらい染まったんですよね。なので、おそらくですね、ナンバーワン、ナンバーツーなんていうことではなくて、自分にとって一番大事なビートルズのアルバムっていうのは、もしかするとこれか、アビーロードなのかなっていうふうによく思ったりすることがあります。アビーロードもそんな感じだったんですよ。そこをね、また例によって1位に上下なんていうのはつけられないのは重々承知で言ってるんですよ。ただ、こうね、ふと振り返った時に、ターニングポイントになってたのは間違いなくこの作品だったので、自分にとってはね、かなり忘れじのアルバムで、自分の人気投票なんてがあるんであれば、本当1位にぐらいに入ってもいいようなね、作品だったんだろうっていうふうに思います。普通ね、やっぱり皆さんも含めて多くの人があんまり語らなくて、忘れているようなアルバムかもしれないんですけれども、こうしてちょっと勝手にね、質問をね、行った時に、皆さんもがくぐらい苦しんで、おそらくそのもがくっていうのを背景にある理由は、好きであるからに他ならないわけですよね。もう全部好きであるからに他ならないからもがくわけじゃないですか。ね、違うかもしれませんけどね。もしそうだったらすいません。多くの方はね、きっとみんな全部が好きで選べないということなので、そういう現象が起きてるんだろうなっていうふうに思いましたね。はい。それで、ちょっと長くなっちゃったんですけれども、投票結果を発表したいと思います。面白いですね。2票入ったものからあるんですけれども、下の方からね、いきます。でもこれおそらく何度も言いますけれども、票数が少ないから人気がないってことは決してないと思うんですね。同じような人気はあるんだけれども、本当の微妙な差というんですか。逆に上の方が割と決まりやすくなってしまった時に票が少なくなってしまった曲というふうに考えた方がいいんじゃないかなっていうふうには思います。はい、いきます。2票入りましたのが Things We Said Today と僕が泣くですね。僕が泣くと Things We Said Today が2票でした。こっからしてね、意義のある方多いんじゃないでしょうかね。はい、いきます。3秒。これもいいね、意義たくさん出そうですけれども、Can't Buy Me Love。これが3秒っていうんだから、この投票がいかに酷な投票であったかというのがね、よくわかりますよね。嫌いな人いないじゃないですか、Can't Buy Me Love なんてね。青春ソングそのものですよね。これに投票できないっていうこの切なさ、このアルバムのいかにね、他の曲も含めて全部がすごいかという曲構成ですよね。4票。When I Get Home と Anytime at All。最高にかっこいいですね。本当に。喋りたくなるけど、次に行きましょう。はい、次。5票。5票入った。Tell Me Why。これも5票っていうのはちょっと消せないくらいですよね。ハードデイズナイトに入ってきた時の映画のね、中で、曲が流れてきた時のTell Me Whyのかっこよさったら今でも忘れられないですね。次、6票。ハードデイズナイトと素敵なダンス。これもふざけんじゃねって言いたくなるでしょうね。ハードデイズナイトが6票っていうね、不思議な現象ですよね。次、9票入りました。You Can't Do That と I'll Be Back ですね。両方人気のある曲ですよね。で、次、10票。I Should Have Known Better ですね。これは人気あるんですね。ビートルズの中ではね、アコースティックギターで延々とこう、フォークギター調にかき鳴らして歌う、珍しいタイプじゃないでしょうかね。でも名曲ですよね、確かにね。これずっとこうギター鳴らして歌ってると、なんか心が明るくなってくるっていうんでしょうかね。
楽しいですよね。本当にいい曲です。はい。次、11票入りましたね。And I Love Her。はい。名曲ですよね。やっぱりね。で、最後なんですけれども、もう出てない曲は皆さんお分かりですよね。やっぱりこれなんですね。で、11票でしょ ?And I Love Her が。で、この曲が何票入ったかっていうと、なんと22票。ダブルスコアで恋に落ちたら If I Fell がトップでした。いかがですか？If I Fell はね、ビートルズファンの中で間違いなく人気の曲だろうっていうことで、前にも動画作った気がするんですけれども、本当にこの曲はなんでビートルズファンにこんなにも訴えるんでしょうね。本当にすごい曲ですよね。若々しいコーラスのせいなのか、やっぱりジョンとポールのこうなんて言うんでしょうかね、涙ぐましい友情が見えるからなのか、ビートルズファン特有の、忘れられない思い出の曲っていうか、今でもね、ライブの感覚で青春を思い出すような、若さを思い出すような曲なんだろうなと思いますね。本当にそう思います。僕もね、1位ですね、これは。はい。今回ね、3秒っていうか3曲選んでいただいたんですが、特にね、1位だから3点とか、2位だから2点とか、3位は1点とか、そういうふうにはしてません。皆さん同じように苦しんでるはずなので、とにかく1位、2位、3位に入れば、もう1点として数えてますので、数え方はそんな風にご理解ください。それであってもね、大差ないかもしれませんけどね、だいたい順位としてはね。いかがでしょうか。こんな順位になりました。不思議に思ったのはね、例えば If I Fell 恋に落ちたらが、これは日本だけの現象なのか、もしくは海外でもこういうふうにね、やっぱり If I Fell がダントツで人気なのかどうか、特にビートルズファンの間でですね、というような疑問は持ちましたね。今回はね、明らかにビートルズファンの投票ですので、こういう結果になっていると思いますけれども、普通の人たちに、例えばね、ハードデイズナイトを聴いてもらって、どの曲が一番良かったですかというふうに、例えば1週間ぐらい経った後でもいいですけれども、聞いたとすれば、それでもやっぱりハードデイズナイトか、Can't Buy Me Love とか、And I Love Her とか、そういうメロディーとして、最初にピンとくるようなね、曲は、選ばれたとしてもですね、If I Fell がベスト3に入るかっていうと難しいんじゃないかとやっぱり思いますけどね。普通の音楽ファンにとってみればですけどね。やっぱりビートルズファン特有の、感覚っていうのがあるんじゃないでしょうかね。僕はそういうふうに思ってしまうんですがね、経験上ね。はい。何度も言いますけれども、面白かったですね。自分としては、同じように、感性をね、確認できて、本当に、感謝しております。あんまりね、酷な質問ばっかり何回も何回もやるのは申し訳ないので、もうしばらくはね、こういう質問攻めにはしないようにしたいと思いますが、また何かね、こういう話題、面白い話題があるときは、ご質問させていただくかもしれません。本当にありがとうございました。今日は発表にて失礼いたします。ありがとうございました。